はい、皆さんこんにちは。ヘッズチャンネルへようこそ。で、今回のテーマはモデルの本質、ファッションモデルの本質を語りたいと思いまして、弊社の、モデルの山根達志を呼んでおります。で、本日は私は社長の立場でいますが、当時のことを、2人で一緒にショーもやったりパリに行ったりというところで、彼は僕のことをもっちゃんと呼びます。で、僕はね、山根さんのことを山根さんと呼びます。そこはお許しください。よろしくお願いいたします。今日はもう社長じゃなくて当時から呼んでるもっちゃんで喋らせていただきますよ。当然です。いただきますよっていうその言い方もなしだな。そう、水臭いような感じ。僕は山根さん。もう何年になるんだっけ。かれこれね、40年、おおよそ40年。40年ですよ。もうすぐ半世紀。本当だよ。半世紀のお付き合いの方がいるっていうのは嬉しいですね。もうそっちもそれはもうね、要はお互いよく知ってるっていうね、そういうふうに思っていただいてるから、僕もやりやすいですよね、それはね、とてもね。その40年のね、40年前からね今までのこの歴史っていうのをお互いがまた違う角度で同じものを見てるから、そこでいつも会うと話がね、楽しく長くねなってしまうんですけど、今日はもうそういう話で永遠とやっていきましょう。やっちゃっていいですね。いいんですよ。やっちゃいますよ。独白かもしれないけどよろしくお願いします。もうやってますからね。じゃあまずね、私が聞きたいことがあって、モデルという職業ですよね。当時からアマチュアモデルもいたと思うんですが、プロフェッショナルなモデルになろうというそのきっかけを教えていただきたいんです。ぶっちゃけもともとは歌手になりたくて、歌手？はい、歌手になりたくて、というかなんかねこう有名人になりたいなっていう憧れがあるじゃないですか。ありますね。10代の。それに対して行動を起こしてしまって東京に出てきました。島根県生まれのこの田舎者の俺が東京に出てきて、結局歌手になれず、当時のディスコで、毎日毎晩踊ってる時に、当時フィオリッチっていうデザイナーさんがいました。伊勢丹に入ったんですよね。入る時にそのフィオリッチのデザイナーが俺を見て、今度ショーをやるから出ないか。それが19歳の時だったかな。でショーをやるから出ないかって言われて、開口一番聞いたのが「ギャラはもらえるんですか?」って。そう、ギャラってことをしてたっていうのがまだ面白いね。やっぱり歌手を目指してた人間だから。そっか、一応ちゃんと調べ上げる。そうですそうです。でお小遣い程度で「じゃあ出ます」って出た時に、どっかで見たことあるなっていう有名だなっていうモデルさんたちの中に混ざった自分がいて、そこでとっても心地よいものを感じて、でショーでこういろんな360度みんなから見られてる。そこで歌手になりたい、有名人になりたいっていうものの共通した何かを感じて、モデルっていう職業もあるんだっていうところから初めてモデルっていうものを知った。まずそこで知ったわけですね。まずそこで知ったんです。でも素人。その時はまだ素人。じゃあお金はもらったんですか？もらったんです。その時に1万円、もう大きい1万円でした。大きな1万円でした。19歳にしては。40年前の1万円大きいですよね。で、
なんだかんだまたその養成所に通いながら、そのディスコで遊んでたら一世三宅さんの、今まだあるフロムファースト南青山に、そこの店員さんに「どう?」っていうお声がかかって、そこでもやっぱりファッションというものを知らなかったもんで、また開口一番「給料はもらえるんですか?」っていうもちろんって当然ですよね。一世さんメインのデザイナーの一世さんが最終的にはお気に召さないとメインのそのショップだから、いろんなガイタレの方とか、有名な、俳優さんとか女優さんとかいらっしゃるからっていうことで、そこに行きました。で行って、伊勢さんとお会いして、社長ともお会いして、じゃあこれからよろしくお願いしますっていう形で始めたのが、20歳だったかな。で要はギャラなしですよね。給料なしで、いや給料はもういただいて、いただいたんですね。でそこからモデルの話になるんですけども、そこに遊びに来てた今は亡きもう大憧れの、山口小夜子さんとか、秀香さんとか、そういう人たちが来てて、そこでね、役者さん、歌手、ミュージシャン以外のその鳥肌が立つようなオーラをその方たちに感じて、モデルってそういえば19歳の時にやってみてっていうのがこう蘇ってきて、どうしたらモデルになれるんだろう、どうしたらモデルの仕事が入ってくるんだろう、モデル事務所に入ればそれはあれなんだろうけども、どうすれば入れるんだろうって考えた時に、当時一番有名なメンズクラブっていう本当に売れてる雑誌、中には売れてるモデルさんしか出てません。でそこで専属を募集してて、ただ一世三宅さんで働いてたからひげは生やしてました。ショートカットです。ストールぐるぐる巻いてました。でムササビのジャンプスーツを着て一世三宅っていう感じだったから、いやこれどうだろう、メンズクラブのそのニューヨーカーなアイビーが、ニューヨーカーっていうよりも西海岸ですよね。ですね。当時はね、西海岸でしたよね。そっち側の、もうね明るい感じの。そう。ただそれがそのキャラと自分のキャラが全く違うもんで、ただでも応募したら1500人ぐらい応募があったらしく、でその中の10人に選ばれました。そして、出版社の方に呼ばれ、その10人一人一人、呼ばれるわけです。そのオーディション会場に熾烈な競争がそこで始まるわけですね。ただね、10人の中でその控室に行くとみんな「アイビーだぜ」っていう雰囲気の人たちばっかりで、そこでそのムササビのジャンプスーツに冷やしたストールぐるぐるの一世だけど、自分もう浮きまくり、浮いてるんだけども自分ながらに違う意味で目立ってるぞっていうのがあって。で「はい山根さんどうぞ次」って入った時に、それがね、その編集部の人から編集長もちろん、専属のモデルさん、先輩で、いわゆる先輩、その後先輩、本当尊敬する先輩たち4050人いるの。ブワーッと4050人、もう熱い濃い目線で、でその前に僕と違う熱い目線ですよね。いやもう同じような目線でその眼力が4050人いて、ただなんだろうな、格好が格好だから、メンズクラブのその当時のアイビーとはまた違う自分だったもんで、なぜか緊張しなく、でそのパイプ椅子が一つあって、そこに座って質問攻めに受けたりしたんだけども、最後にされた質問が「あなたはなぜこれに応募したんですか?」っ
って言われた時に我ながら今でもかっこいいこと言ったなと思ったのが、なんですか。自分を試してみたくて。でもそれ本音だったでしょ、ほぼほぼ8割ぐらいは。無意識で出たかな。じゃあやっぱりその無意識が出るっていうことはその人が持っていることだから、そういうことですよね。だからまあその日はその日でもくたくたになって帰って、後々に専属には決まらなかったんだけども、専属の人と準専属2人の1人に選ばれたんですよ。それが、長々なりましたけども、モデルプロとしてのモデルのスタートでありました。はい、後輩ですから実は後輩ですよ。まだ学生だったその時は。そう、学生ね、2年の終わりぐらいにメンズクラブの同じように応募して10人同じようにね、でもうそれを想像しながら今話を聞いててっていうところでやっぱ想像つくでしょ。その雰囲気はね、もちろんね。そうだったな。怖かったよ。で、じゃあそれ決まりましたと。で、エージェンシーに入らないといけないですよね。そう、そのメンズクラブで専属になりました。そうなると必然的にある事務所に所属しなければいけない。